この動画はピコテクノロジーの提供でお送りします。こんにちは。今日はイギリスのピコテクノロジーから出ているピコスコープというオシロスコープをレビューしていきます。実はこのオシロスコープ本体にディスプレイは付いていなくて、パソコンと USB ケーブルで繋いで使うタイプのオシロスコープなんです。今日はハードウェアの違いや実際の使用感、そして他のオシロスコープとの違いなんかを見ていきます。ピコテクノロジーは PC ベースの計測器を得意とするイギリスのメーカーで、オシロスコープの他にはデータロガーやネットワークアナライザー、自動車用の診断ツールなどを展開しています。他の製品を見てわかる通り、すべてパソコンにつないで使うような製品となっています。そして今回使っていくのはこちら8チャンネルタイプのオシロスコープです。今日使う製品や他のオシロスコープ製品については概要欄にリンクをまとめているので興味のある人はぜひ確認してみてください。というわけで早速使っていきます。まず外観からです。やっぱりディスプレイがないというだけでかなり小さくなりますね。波形を取る基本的な機能、プラスパソコンとの通信だけできれば良いので、ここまで小さくできるということでしょうか。外装部分についてはモデルによって変わるのですが、基本プラスチックでできています。今回使ってみるピコスコープ6000シリーズでは、冷却を重視して筐体の一部をアルミヒートシンクとしています。もう少し詳しく見ていきます。正面部分にはアナログチャンネルが8チャンネル分です。入力抵抗は1メガオームと50オームの2種類。ミドルレンジからハイエンドクラスのオシロスコープですとよくある構成です。他のメーカーのオシロスコープですと入力電圧の最大値が1メガオーム入力は 300VRMS であることが多いんですけども、ピコスコープの場合は最大でプラスマイナス 20V となっています。他社のオシロスコープと比べると結構低めの値となっていますね。アナログチャンネルについてなんですけど、こちらの ABGH については通常の BNC 端子。真ん中の4つについてはアクティブプローブへの電源供給、信号のやり取りができる BNC 端子となっていました。実際ピコテクノロジーのウェブページを見てみるとアクティブプローブ類があってそれらをつなぐことができるようになっています。このあたりのラインナップを見てみると割と低電圧向けのアナログ信号とかデジタル信号を見る製品が多いのかなと思いましたが、ただよく見てみるとクランプ式の電流プローブや高電圧作動プローブもあるのでパワーエレ関係の測定もできそうです。あとこちらデジタル入力です。アナログ入力の他にデジタル入力もあります。こちらのデジタルプローブなんかはオプション品ですね。8チャンネルのデジタルプローブを2つ分接続できるので 8×2 の16チャンネル分使えます。受動プローブについては4チャンネル分付属していて周波数帯域は 500MHz のものが付属していました。本体裏側も見てみます。トリガーの入出力、同期用の 10MHz 入力、ファンクションジェネレーターの出力用の端子があります。このあたりは割と一般的な仕様ですね。あとは電源入力とパソコンと接続するための USB コネクタです。電源は AC アダプター方式です。USB オシロとか最近の小型オシロあるあるなんですけども、電源は外部供給のものが多いですね。AC アダプターがあるタイプですと、ここら辺つなぐのがめんどくさいので、本当は電源を内蔵してほしいんですけども、設計などの点から難しいのかと思います。ちなみにピコスコープ2000、3000、4000などの下位モデルについては AC アダプターは不要で USB バスパワーのみで動作します。つまりパソコンだけあれば OK ということになります。ここから実際に電源を入れていきます。オシロ本体以外にソフトを起動するためのパソコンが必要です。専用ソフトを立ち上げて USB を接続すると使えるようになります。では実際にやってみます。ケーブルを接続して、はい、表示されましたね。ここで押すとオシロスコープの電源が入って起動できると。もうこれで使える状態になりました。起動も結構早いですね。繋いでから10秒以内くらいで起動して使えるようになります。このオシロスコープを使うので重要なのがソフトウェアなんですけども、実はそれダウンロードは無償で、しかも全ての機能が最初から無償で使えるようになっています。追加のライセンスなども必要ありません。このため実現できる機能については基本的にどのピコスコープオシロでも同じとなります。変わってくるのはオシロ本体の使えるチャンネル数であったり、サンプリングレート、メモリー容量などの本体ハードウェアの性能の部分です。またこちらのソフトウェア自体も割と頻繁にアップデートされているので、使う方としては安心感があります。ソフトウェアアップデートあんまりやらない会社もありますからね。ここからは具体的な操作感なんかを見ていきます。
今画面が映っていると思うんですけども、こんな感じでですね、基本的にマウスで使うことを想定した UI となっているようです。チャンネルの部分がこの左のところにあって、ここをクリックすると色々と設定できる項目が開けるようですね。初期設定ですとチャンネル1がオンになっているみたいですね。例えばチャンネル2をさらにオンにすると、こんな感じで、チャンネル2が表示されて、こんな感じでですね、軸のところを持つと、こういう風に移動できるみたいです。ここのチャンネルの設定のところで手動と自動ってのがあるんですけど、これはどうやらレンジをですね、自動で調整するか手動で調整するか、そういったものですね。チャンネルごとに振幅を自動で調整してくれるオシロってあまり見たことがないんですけども、ピコスコープの場合は自動でやってくれるようです。さらに波形をこんな感じで追加していきましょう。波形を追加していくとこんな感じで今一つの画面に全部のチャンネルの波形が表示されているという風になっています。これだとちょっと見にくいので波形のウィンドウをですね追加していきます。画面左下にあるビューのところからスコープっていうのを追加するんですね。こんな感じで表示できました。この管理のところにスコープ1に例えば AB だけ表示してスコープ2のところに CDE を表示していくみたいなそんなこともできてしまいます。波形を重複してそれぞれのウィンドウに表示できる機能って実は他のオシロスコープでできるのはあまりないんですけど、これはですねパソコンの方で全部ソフトウェアで処理しているのでこういうことができてしまうっていうことですかね。かなり使い勝手というか拡張性っていうんですか、それは高いと思います。今こんな感じで波形が縦に4つ並んでいますけども、これをですねタイル上にこういう風に並べたりとかすることもできます。ここら辺については結構柔軟性みたいのは高いと思います。こちら先ほども言ったんですけども、波形をですねこんな感じで全部重複して表示できるような機能もですねできてしまうと、こういう動作をできるオシロスコープって実はあまりないんですね。マス機能とかを使えば疑似的にできるものもあるかと思うんですけど、多分オシロの動作が重くなります。あとは今こんな感じでですね、波形を外にウィンドウ化したんですけども、こういうのもできると。マルチディスプレイの場合はですね、他のディスプレイに画面を持っていくみたいなこともできます。今ですね、スコープの数が3つなんですけども、これをさらにどんどん増やしていくとどうなるかというと、これですね、ちょっともっさりしてるんですけど、これパソコンのスペックの性能かと思います。スコープのウィンドウがですね、8個今元の画面で開いているんですけど、これが9個以上になると新しいウィンドウが開くようです。スコープをどんどん追加していくと、こういう風にですね、ウィンドウが飛び出してきて、これもですね、やっぱりこういう風に波形の並び替えですね、タイル状にできたりもします。あとですね、今これ一つのスコープに一つのタブしかないんですけど、これを例えばこんな感じで一つのスコープにですね、タブを複数入れてしまうみたいなこともできてしまいます。タブが分かれていて、そこで全部違う波形を見ることもできるわけです。こういうふうに波形がウィンドウ化されるんですけども、さらにですね、スコープの数増やしていくとどうなるかというと、スコープを17個以上にするともうさらにですね、ウィンドウが開いていく、そういった仕様になってます。ただですね、こういうふうに波形をたくさん表示すると若干重くなりますね。これ動作としてはオシロスコープはただデータをですね、パソコンの方に送っているだけで、この波形データの処理とかは全部パソコンでやっているので、この波形表示のもっさり感とかはパソコンのスペックに依存する部分が大きいかと思います。ここからは基本的な使い方を見ていきます。画面左上の部分に時間軸とか、あとはサンプルレートとかを調整できるところがあります。そこをクリックするとこんな感じで、はい、時間軸の調整ができますね。ここはですね、こんな感じでクリックでも変えられるんですけども、先ほどクリックして開いたところにこういう風にですね、マウスのホイールを当ててくるくるすると、これでもですね、時間軸を変えられます。これはですね、ベンチトップ型のオシロスコープで物理ノブ回して時間軸、振幅調整すると思うんですけども、それとかなり似ています。この波形表示のサクサク感なんかも、これも問題ないレベルじゃないですかね。結構サクサク動いてます。タイムベースの横にサンプルという表示があります。ここを見てみます。ここではメモリ上を優先して測定するのか、それともサンプルレートを優先して測定するのかというのが選べるようになっています。次は入力レンジを調整していきます。先ほども少し触ったんですけども、この画面左のところからですね、やっていきます。電圧レンジを調整するときはここのボタンで調整しても OK ですし、それかここの上でホイールを回しても、はい。だいぶもっさり感が出てますね。こんな感じで電圧レンジの調整ができます。その下にカップリングモードがあるんですけども、AC、DC、あとは DC の50オーム入力もあります。先ほども話したんですけども、ミドルレンジからハイエンド製品では割と一般的なカップリングです。
あとはプローブの種類ですね。選べるようになってます。減衰率も調整できますね、ここで。で、その次、こちら DSP の部分なんですけども、ローパスフィルターのオンオフができるようになってますね。結構効いてますね。その下に分解能向上っていうのがあるんですけど、これは本体内蔵の AD 変換器の分解能とは別にソフトウェアで信号処理して疑似的に分解能を上げるというものです。実際ですね、信号処理による分解能向上がどれくらい効いてくるのかを見てみます。今これ8ビットにしてて、この表示している波形のちょうどてっぺん部分をですね、拡大して映しています。こんな感じで、結構波形の移動とかも割とやりやすいですね。やっぱりマウスなんでだいぶ使いやすさ感はあります。でですね、分解能を高くしていくと、今8ビットですが、信号種類によって9ビットとか10ビットとか12ビットまでいけるようですね。最大プラス4ビットまでいけます。ただここで注意してほしいのは元の信号とは違っていて、あくまで信号種類による分解能向上なので元の波形とは違うっていうのには注意が必要です。あとはハードウェアとしての AD 変換器の分解能向上も見ていきます。ちょうどこの上の部分ですね。現在8ビットなんですけども、これをこんな感じで10ビットにすると量子化誤差がだいぶ消えてなくなっていますね。さらに12ビットにすると、だいぶ量子化誤差はわからなくなってきました。さらにここでソフトウェアによる分解能向上もできて、こんな感じで効いてくるわけです。最大16ビットまでいけるようですね。さらにこの表示の部分っていうのがあるんですけど、これは波形の名前の変更であったり、あとは波形の色を変えたりとか、そんなところですね。使う人は使うかもしれないみたいな、そんな感じです。波形の名前を変えるっていうのは、これはかなり使うので、こういうところから編集できますよっていうところですね。ここまで操作感見てきたんですけども、通常のオシロスコープってやっぱり専用の調整ノブとか物理ボタンがあります。なんですけども、今日使ってる USB オシロスコープは全部マウスとかキーボードで操作するので、若干もどかしく感じる部分もありますね。ただこれは慣れの問題かと思います。ちなみに入力の振幅の軸であったり、あとは時間軸を調整しないで波形を拡大縮小することもできます。ここでこういう風にホイールを回転させると拡大縮小ができますね。時間軸についてもやはり同じで、こんな感じで拡大縮小ができます。結構オシロスコープのタッチパネルってあんま反応良くないんですね。指で画面広げるみたいなことあるんですけど、その操作がですね、なかなか思い通りにいかないこともあるんですけど、こういう波形の操作なんかは割とマウスの方がやりやすさ感はあります。その他の機能については、このツールの部分に全部まとまっているんですけども、これについては後で確認します。あとはこのピコスコープを使っていれば、ハードウェアは違っても、使ってるソフトが全部同じなので、オシロのハードウェアが変わっても同じ環境を構築しやすいというメリットがあります。画面上のこの保存の部分からいろいろデータを保存できるんですが、PS 設定ファイルというのがあるので、これで本体の設定ファイルも保存できます。同じ測定設定を他の機器でも使いたい場合には結構便利です。あとは1台のパソコンだけでピコスコープが複数台使えます。こちらにあるように今4台接続しているんですけども、全て問題なく動作しています。例えば生産ラインに USB オシロを複数台入れて、機器から出る信号を見てマスクに通らなければ不合格、マスク通ったらそのままパスして合格ですみたいなこともできます。ちょっとやってみますか。このツールの部分からマスクを選びます。今取ってる信号なんですけども、ここからですね、マスクを自動的に取ってくれると。そうすると、はい、こんな感じでマスクができました。今全部の波形がこのマスクの白い部分ですね、通っているので成功となっています。このマスクを使って外部に何かアクションを出したいんですね。そうするにはどうすればいいかというと、このツールのところからアクションというのがあるんで、これを押してなんかイベントを出すわけですね。なんかいろいろですね、できるんですね。トリガーを出したりだとか、パソコンのアプリケーションを立ち上げて何か実行したりだとか、そういったところですね。デコードデータも出せます。今回は一番わかりやすいようにサウンドを出しましょう。爆発音なんてありますね。これでやりますか。これで信号を抜くと、はい。こんな感じでですね、なってくれるわけです。取ってる失敗の数分だけこれ流してると思うんですよね。出ましたね。今ですね、9回失敗したっていう風に出てますね。通らなかった信号がどういうのかっていうのも、実はこういう風にちゃんと履歴として残るようになっています。こういうのが結構簡単にできてしまうので、かなりいいと思うんですけども、皆さんどうでしょうか？
ここまでピコスコープ触ってきましたが、これまで一見がレビューしてきたオシロスコープ製品ってハードウェアに重きを置いた製品がかなり多かったと思います。なんですけども、ピコスコープは割とソフトウェアに重きを置いた製品かなと思いました。ですので、このソフトウェアをどこまで使いやすくするのか、そしてどこまで使い込みができるのかっていうのが、このピコスコープの活用の鍵かなと思います。研究開発でですね、組み込みとかそういうのにも使えるんですけども、せっかくですね、パソコンと組み合わせて使っているので、その強みを活かせるところですね。例えば自動計測みたいな使い方ですと、かなり強みが発揮できるんじゃないかと思います。こういった組み込みアプリケーションや自動計測で使う場合に利用できる SDK やサンプルプログラムなども全て無料で使えますので、興味のある人はぜひチェックしてみてください。ちなみになんですけど、ピコスコープ自体を持っていなくても、パソコンにインストールしたソフトにデモ用のエミュレーターがあるので、オシロがなくてもどういった動作ができるのかというのを事前に検証することもできます。こんな感じで立ち上がりました。例えばこんな感じでデモ信号がいろいろ出せるようになっています。これもですね、やはりフルの機能が全部使えるという風になっています。こういう風に波形が読み取れるようになっています。これオシロがなくてもできている機能です。ツールの部分を開いてみると、ピコスコープで使える機能がですね、全部試せるようになっています。これですと、オシロが手元にない場合でも、こんなことができるんだ、みたいな確認ができます。概要欄のリンクからダウンロードできますので、興味のある人、ぜひ試してみてください。ちなみにタッチパネル液晶をつなげばタッチパネルの操作も可能となっています。ただピコスコープ自体がマウスで操作するように最適化されているのでしょうか、他社のタッチパネルのオシロスコープと比べた時に操作感っていうか使いやすさ、それはいまいちですね。反応速度とかそういうのは全く問題ないんですけども、マウスと比べると移動が多くなったり、そもそもできない操作なんかが出てきてしまいます。この部分についてはおとなしくマウス、キーボードで操作した方が良さそうですね。ここからはオシロスコープの性能も見ていきます。ピコスコープ自体はラインナップいろいろあるんですけども、今回使うのはこちら 6824E です。周波数帯域は 500MHz、サンプルレートは最大 5GB サンプル毎秒。分解能は使用するチャンネル数によって変わりますが、8、10、12ビットの3種類です。分解能については先ほど少し見ましたが、ソフトウェア側で処理することによってプラス4ビットまでいけます。実際画面を見ながらやってみます。ここの画面の上の方にハードウェア分解能っていうのがあるんですけども、8か10か12の3つから選べるようになってます。8ビットと10ビットは全チャンネル同時に使えるんですけども、12ビットの場合はですね、こんな感じで2チャンネルまでしか同時で使えないようになっています。これについてはですね、正直に言うと残念仕様かなと思います。せっかく12ビット使えるんですから、全チャンネル同時で12ビットできてもいいんじゃないかと思います。ですので、このオシロスコープの振幅分解能としては、基本10ビットの機種となります。ちなみに別の機種で周波数帯域も 20MHz まで低下してしまいますが、8チャンネル12ビットのモデルもあります。あとはサンプルレートについて、これは最大 5GB サンプル毎秒なんですけども、使うチャンネルやビット数が増えていくとサンプリングレートは減っていきます。例えば今分解能が12ビットの場合なんですけど、この時サンプルレートは 1.25GB となっています。チャンネル数を2つに増やすと 1.25GB から変わらずですね。分解能を次10ビットに設定すると、サンプルレートは最大 5GB サンプルとなりました。これチャンネル1つだけ動いてる場合ですね。チャンネルを2つに増やすと 2.5GB サンプルまで低下してます。全チャンネル合わせて多分最大 5GB ってことなんでしょうね。あとメモリに入るデータの数とかにもよっても変わるってことかと思います。チャンネル数増やすと 2.5GB サンプルですね。使ってるチャンネル数を2つに増やすと 2.5GB サンプルです。3つですと 1.25GB まで下がっていきます。さらに増やしていくと4つまで変わらないですね。さらにチャンネルを追加して5チャンネル以上ですと 625MHz サンプルまで低下すると。次分解能を一番低い8ビットにしてみますか。チャンネルが多分2つまでは 5GB サンプルでいけるんじゃないかな。そうですね。2チャンネル同時で動かしてますけど 5GB サンプルでいけてます。チャンネル数を3つに増やすと減りましたね。2.5GB まで減りました。4つでも 2.5GB サンプルですね。5チャンネル以上にしますとサンプリングレートは 1.25GB サンプルまで低下しています。これ全8チャンネル動かすと、そうですね。1.25GB サンプルとなりました。
ここら辺については割とオシロスコープあるあるかなっていうところですね。メーカーによってチャンネル数を増やした時とか、ビット数を増やした時のサンプルレートの増減っていうのは設計思想によって結構変わってきます。欲を言えばチャンネル数を変えたり、あとはビット数を変えたりしても、常に最大のサンプリングレートを維持してほしいなとは思います。ただ実際そうしてしまうと価格面でですね、かなり値段上がってしまいますので、そのあたりも考えてのことかなと思います。このように使い方次第ではあるんですけど、もしかしたら帯域が足りなくなる可能性もあるので気をつけてください。次はノイズフロアについて見ていきます。時間軸は取る範囲を10ミリ秒にしましょう。振幅の部分でどういう風に測定するかっていうと、自動測定があって、ここでピークとリプル実行値を選ぶと。で、こんな感じで出てますね。今カップリングは1メガオーム入力ですね。ピークは、2.1 ミリボルトくらいですか。リプルの実行値については200マイクロボルト程度となっています。平均値なんかも見れまして、2.2 ミリボルトかなっていうところですね。リプル実行値についてもこれ200マイクロボルト程度となってます。今確認したんですけど、このハードウェアの分解能でノイズのレベルはほとんどこれ変わらないですね。いいんじゃないでしょうか。次はオシロスコープの入力インピーダンスを50オームにした場合です。終端抵抗もね、つけて測定します。ピークについてはだいたい 1.8 ミリボルトっていうところですかね。リップル実行値は、そうだな、170マイクロボルトというところです。このノイズフロアについては割と平均的な値になっています。ここからはオシロに入っているその他の機能も見ていきます。まずは信号発生器ですね。裏側にある信号発生器の出力をこの入力につないでみますか。はい。オシロ操作画面のジェンのところからですね、こんな感じでできます。波形表示されましたね。今、これは手動になってるんですけど、自動にすると、自動で合わせてくれると。ここで周波数振幅変えられて、波形のタイプ変更ってのがあるんですけど、ここでいろいろな波形にできるわけですね。ホワイトノイズとかもありますね。いいっすね。大体の波形はあります。その他にこの AWG っていうのがあるんですけど、これを押すとですね、波形を自分で作れます。波形のインポートもありますし、波形のお絵かき機能なんてのもあるんですね。例えば、こんな感じで、これで適用を押すと、こんな感じでですね、先ほど書いた通りの波形が出てきていると。これ以外にも波形のですね、デジタル波形みたいなのを作れるんですね。例えばこんな感じで01011みたいな感じで、これをですね、適用すると、今ここにですね、作ったデジタルの波形が出てくると。何かですね、デジタル信号を作って、例えばデコードのテストをしたりとか、そういったところで使えますね。後で出てくるんですけど、ここにある演算チャンネルを使って何か波形を作って、その波形を出力することもできます。例えばこの赤い波形をですね、今作ったんですけど、これをですね、信号発生器の方から出力もできるんですね。こんな感じで選んで、これがですね、信号発生器から出力されて、そしてオシロスコープのアナログチャンネルで実際に見ている波形となっています。アンプの波形を見たりとか、オペアンプの特性測ったりとか、いろいろできそうですよね。先ほどこのビューの部分でスコープの表示はやったんですけど、スペクトルの表示まだやっていませんでしたね。これは波形の周波数解析をやってくれるものです。こんな感じで上が入力の波形で下が周波数解析の結果です。もうちょっとですね、時間軸を長く取っていくと周波数解析の結果が出ていますね。今 10kHz の三角波なんですけども、ちょうど 10kHz のところにピークが出て、で他のところにもピークが立ってっていう風になっています。パソコンの方でいろいろ機能を足せると思うんで、ピコスコープの人にはですね、例えばウォーターフォールで波形を表示するとか、そういうのもできたら面白いんじゃないかなと思います。ちなみに今はオシロスコープモードで動いていたんですけど、この上にある機器の部分からスペアナモードに移行することができます。これ先ほどのビューで見たところのスペクトルとこの機器のところから選べるスペクトル、何が違うのかというと、こちらの機器の方からモードを選ぶと、スペクトルにするんですけど、これはオシロの動作としてはスペアナを優先して動くモードとなります。ちょうどここの上の部分が先ほど時間を調整する部分だったんですけど、スペクトルモードですとスペクトルを調整するとなっています。こんな感じでですね、周波数の表示範囲が変えられたり、あとはビンの数ですね。これは測定するポイントの数を変えることができます。このビンの数は少ない方が動作は早いんですけど、周波数のですね、分解能は落ちてきます。逆にビンの数はこういう風に100万ポイントぐらいまで増やせるんですけど、こうするとですね、今度 FFT にかかる時間がとても長くなってしまいます。
ですので、ビンの数を少なめに設定すると割とサクサク動くので、ストレスなく使えるかなという感じですね。こちらもですね、やはりビューのところからスコープを追加すると、今どの波形の周波数を見ているかというのがわかるようになります。これですね、結構便利機能かと思うんですけど、この波形の部分ですね、こんな感じでですね、波形とスペアナの結果をですね、見ることができます。この部分の詳しい動作は後で説明するんですが、波形の状態からですね、周波数解析の結果を見ることもできますし、逆にこのスペクトラムのところをクリックすると、周波数解析の結果からそれはどういう波形なんだっていうのが見れるようになっています。双方向で行ったり来たりということができるんですね。さらにスペアナの結果にはマスクをかけることができます。こんな感じです。例えば今ここにマスクがかかっていない部分というのがありますが、ここにスペクトルが立ったら取り込みを停止してその波形を見たいってこともできるんですね。これで実際に動かしてみると、はい。こんな感じでですね、マスクのところにちょうどスペクトルが立ちましたので、そこで取り込みを停止して、そしてその時の波形も見れるようになっているわけです。これは実質スペクトルからトリガーをかけるみたいなこともできてしまうわけです。なかなか便利かと思います。次はトリガーを見ていきます。先ほど軽く触ってはいたんですけども、より詳しく見ていきましょうってことですね。トリガーの種類なんですけど、ここの部分で標準的なエッジのトリガーからランと、ロジックもありますね。ロジックは、こういうやつですか。なるほど。ピコスコープ自体はシリアルデコードはできるんですけど、そのデコードの結果からトリガーをかけるみたいなことは今のところ対応はしていないようですね。あと気になるのはこの高速トリガーです。まず通常のトリガーなんですけども、オシロスコープに入ってきた波形でトリガーがかかったら、その波形データを逐次パソコンの方に送るという風にしています。その送られた波形っていうのは、実はこのトリガーの横にある波形というボタンを押すと、今までの履歴がですね、見れるようになっています。こんな感じでですね、見れます。この波形の履歴というのはオシロスコープの内部でリングバッファーのようになっています。それをですね、今見ていたわけです。この状態ですと今波形64個分をですね、リングバッファーのところに貯めていってるわけです。通常のトリガーですと取得した波形をパソコンの方に送るときにオシロ内部のリソースが食われてしまって出現頻度の低い波形を取り逃すことがあります。そういった出現頻度の低い波形にトリガーをかけたい場合に高速トリガーの出番です。高速トリガーはですね、こういう風に押すと、今ですね、このオシロスコープ内部のメモリに波形をバッファしている状態です。で、そのですね、メモリが満杯になったら、パソコンの方に波形データを一括でボンと送るようなことをしています。こうすることで出現頻度の低い波形でもトリガーをかけられるという風になっています。では実際どれくらいですね、波形の取り逃しが少なくなるのかを確認します。こちらの波形の部分から取り込み時間とトリガータイムスタンプをオンにします。トリガーの設定は自動です。時間軸は1マス50マイクロ秒にしています。これで波形を取っていきます。そうすると、こんな感じで波形を取得し始めています。このくらい溜まったら、はい、波形のところを押します。そうすると、このようにパソコンの方に逐次保存されたデータというのがですね、表示されるわけです。632回ですね、やっています。最初の方を見てみますか。1と表示されているのが1回目のトリガーですね。そして2というのが2回目のトリガーです。それが3、4、5、6という風にどんどん続いていくわけですね。この波形を見てみると、今50マイクロ秒の期間ですね、波形を取っています。なんですけども、前のトリガーがかかった時刻からですね、19ミリ秒も経過しているんですね。3回目のトリガーはですね、一番最初のトリガーがかかってから56ミリ秒、そして前のトリガーから37ミリ秒経過しています。ですので、トリガーとトリガーの間にですね、何もしていない期間、20ミリ秒から30ミリ秒程度発生しているわけです。その何十ミリ秒かの間にもし取りたい波形が来ていたとしたら、それはその波形を取り逃がしていたということになるわけですね。先ほど紹介した高速トリガーならどうなるかですね。ここを高速にします。そして再度。はい。一瞬で終わりましたね。ちょっともう一回やるんですけど、この波形の部分ですね。よく見ててください。はい。今このように1000個分のバッファーをオシロの中で一気に貯めて、その測定が終わったらデータをパソコンの方に移動してきたというわけです。トリガー以外の測定の条件は先ほどと同じです。時間軸は50マイクロ秒の期間見ています。これ2回目のトリガーの部分見てみると、前のトリガーから60マイクロ秒経過してから、この2回目のトリガーがかかったという風になっています。
3回目のトリガーもどうかというと、やはりですね、前のトリガーから60マイクロ秒経過してからトリガーがかかったという風になっています。ですので、波形が取れていない期間というのは10マイクロ秒になります。このため、通常のトリガーと比べると出現頻度の低い波形を取り逃す可能性が低くなるわけです。これが高速トリガーの威力です。その他のツールについても見ていきます。左にあるツールからいろいろ見れるんですね。例えばここの自動計測を見ますか。先ほども簡単に触ったんですけど、これは波形が持っている情報を個別に見ることができるというものです。振幅軸、時間軸、あとは複数チャンネルを使った時の測定ですね。ちなみにこの自動測定で測定した値がある式値を超えていた場合に、その合否判定というのができます。それを先ほど使ってみたアクションと連動させると、外部にトリガーを出力したり、デコードデータを出力したり、波形の保存というのができます。今見てきた自動測定と似た機能でディープメジャーというのがあります。これは外部にトリガーなどを出して連動する機能はないんですけど、波形が持っている情報を全て表示するといったものですね。これ使うと若干動作が重くなりますね。多分パソコン側の動作が重くなってるんだと思います。あとはルーラー機能です。これは他社でいうカーソル機能です。タッチパネルですとこういった細かいところを選ぶときにですね、間違えて軸の方を触っちゃったりとか波形の方を触っちゃったりとかすることがよくあるんですけど、マウスでですね、結構細かいところまで操作できるんで、操作感みたいなものは割といいと思います。次はシリアルデコードです。これが最初から全部無料で使えるようになっています。CAN であったり、LIN であったり、I2C、そういったものが一通り揃っています。こんな感じでデジタルプローブがある場合です。このようにプローブを接続すると、デジタルデコードの入力のチャンネルとしてデジタル入力を選べるようになっています。最後は演算チャンネルです。これは波形同士を演算したりだとか、波形をソースにしてそれに何か関数をかけたりとか、そういったものです。こんな感じでいろいろできます。フィルターであったり、バッファ関数、三角関数、あと価格関数ですね。結構種類いろいろありますね。周波数を見えたり、デューティー比を見えたり。これは数値を表示するんじゃなくて、この周波数をグラフ化するとか、そういったイメージです。これ今何をやってるかっていうと、ローパスフィルターをかけた信号にさらにローパスフィルターをかけるといったことをやっています。この青色の波形は測定した波形です。周波数がどんどん高くなっていくような波形としています。その取得した波形にローパスフィルターを2回かけています。そうするとですね、パソコンの方で演算されて、周波数が高くなっていくにつれて振幅がどんどん小さくなっていく。そういった波形を演算することができています。こういった演算についてはパソコン上で動作しているので、お城自体が重くなるとかはないです。ただ操作している側のパソコンの動作が重くなって操作がもたつくみたいなことはあります。ソフトウェアアップデートについてなんですけど、実はこの動画を撮影している時にもソフトウェアアップデートが来ました。画面右上にあるこの赤い丸の部分です。実際にソフトウェアアップデートが完了しました。いろいろ機能が追加されたので、いくつかピックアップして見ていきます。例えば画面の上のところですね、先ほどは初期設定というボタンがなかったんですけど、新たに追加されました。これはデフォルトセットアップです。その他にも、例えばシリアルコードの部分を見てみると、先ほどはなかった ISO/SPI が追加されていたり、あとはグリッチの波形を見つけやすくするために、この波形の部分にオーバーレイが追加されています。このように取った波形を全て重ねることができます。さらにですね、このアクションの部分が結構良くなったんですね。先ほどアクションを実行するときって、イベントのですね、詳細みたいのを選ぶことができなかったんですね。アクションのイベントを自動測定の結果にしたときに、特定の自動測定の項目っていうのは実は選べなかったんですけど、アップデート後はどれをトリガーにするかみたいなことが選べるようになっています。このように自動測定をトリガーにして選べるようになっているわけですね。これかなりいいですよね。使い勝手も大幅に向上するというかなり良いアップデートかと思います。はい。というわけで今日はピコテクノロジーが出しているオシロスコープのピコスコープについてレビューしてきました。パソコンにつないで使うオシロスコープって最初はどうかなって思ったんですけど、慣れれば問題ないですね。この USB オシロスコープの全体的な感想についてですが、パワー系のところに使うといった感じの製品ではなくて、組み込み開発とか割と電圧が低いところに向いている製品かなと思いました。やっぱり良い点としてはソフトウェアが全機能無料で使えるというところですね。
これオシロスコープあるあるなんですけど、組み込み開発でよく使うプロトコルの解析は実は追加でお金かかっちゃいましたみたいなことがあります。オシロメーカーも営利企業なんで仕方ないんですけど、ちょっとね、みたいなことはたまに思いますよね。あとはパソコンのソフトウェアについても頻繁にアップデートされているので、ここら辺は使う側としては安心感はありますね。あとはパソコンと一緒に使いますので、波形データのやり取りなんかも割とシームレスにできるのは良いかと思います。よくあるのだと波形データを USB メモリに保存してパソコンに持っていってみたいな感じですからね。あとはデメリットなんかは、これパソコンがないともうどうしようもできないっていうのは仕方ないですね。こんな感じでですね、広い作業台確保できればいいんですけども、大体の場合は他の機材も一緒にあってごちゃごちゃしがちです。最後になりますけど、ピコスコープ興味あるとか使ってみたいという方、ぜひ検討してみてください。というわけで、もしこの動画役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。